こんにちは。こんにちは。今回は彼の妻になり、すでにあるを実感し、4ヶ月の音信不通から復縁です。バーイ。せーの。おめでとうございます。はい。今回は M さんですね。今回もですよ。イルルさん。はい。今回も M さん。はい。でも今回は全然違いますからね。なんて言ったって彼の妻になって生活していた人なんです。面白いのですぐ始めましょう。それではスタート。はい。ご報告者さんは M さん30代の方です。2021年12月、マッチングアプリで知り合った彼と付き合い開始。2022年2月、連絡の有無をきっかけに不信感が募り、彼の LINE をブロック、お別れする。その後、潜在意識のまとめサイトなどを読み漁り、彼の妻になるを決行。4月、褒めれんに出会う。6月、復縁。M さんはお付き合いの期間は3ヶ月で、そこからの復縁なんですね。はい。3ヶ月だろうが立派なお付き合いです。めぐるも1ヶ月で振られた時は立ち直れないぐらい大変でしたからね。はい。M さんは彼とお付き合いしてる時はどんな感じだったんだろうね。喧嘩はほとんどありませんでした。でも顔色を伺ってばかりで全く自己開示できず、今思えばずっと緊張状態だった気がします。ご飯を食べに行っても喉に通らず、何かうまいことを話さなきゃってずっと考えていることが多かったように思います。それが彼にも伝わったのか、彼も全然腹を割って話してくれている気がしなくて、常に彼のことを疑っていました。そう思えばそうなるというか、完全に自分を投影していました。なるほど。いい自分を見せようとしてたのかな。でも好きな人ならそうなっちゃうのはわかるよね。そんなことしてるうちに別れることになっちゃったのかな。話し合って別れたっていうよりは、M さんが一方的にブロックしたようですね。彼からの連絡が遅かったり、既読スルーされることが何度かあってから、彼に対する不信感やイライラが募り、感情的になってこちらから LINE や連絡先をブロックしてしまったんです。連絡の有無や返信時間が早いか遅いかで安心したり不安になったり、そんなことに振り回される自分が馬鹿らしくなってしまったのです。別れた直後は、もう二度とあの男のことを考えなくていいんだわーとほっとしていたのですが、安堵したのもつかの間、毎日というか毎秒、彼のことを思い出す地獄が始まりました。鳴り止まないエゴというか、本当に愚かでした。そうだよね。こちらからブロックしたと言っても本当は好きだったってことだよね。そうだったっていうことですね。M さんは潜在意識の知識はもともとあったのかな？いや、もともとではないですね。2022年、今年の4月ぐらいですかね。彼との復縁を成就したいと思っていたので、まずは引き寄せの法則から学びました。世に出ている引き寄せ本はキラキラしていてなんだか違うなという感じでした。その後、パラレルワールドやらシンクロニシティ、量子力学などいろいろと勉強し潜在意識を知り、そして褒めれんにたどり着いた感じです。あと、潜在意識のまとめサイトもありますよね。あれも読みまくりました。なるほど。褒めれんで好きな動画も教えてくれたんですよね。はい。4つ挙げてくれましたね。まず3つ一気にいきます。その思考、かっこ英語。全部好かれてるに置き換え。連絡ないから復縁できる？今、連絡取れないは潜在意識から見たら最強。連絡関係の動画が2つあるね。はい。連絡の有無を気にする人は本当に多くて、なので結構作ってきましたよね。
はい。初期の今連絡取れないは潜在意識から見たら最強っていう動画は、ずっと前から本当にめぐるがそう思っていたので動画にしたんですけど、共感してくださる方が多かったと記憶しています。M さんはこうおっしゃっています。何度か既読スルーされて不安に陥ることが多かったので、連絡関連の動画は全部好きです。はい、ありがとうございます。あともう一つの動画はこれです。じゃーん。幸せはここではないどこかにはない。個人的に神動画です。今、この瞬間を生きることを意識しないと、過去や未来に引っ張られてしまいます。今しかないを意識するようにしています。褒めれんの動画は私の心の安定剤です。毎日時間がある時に褒めれんを垂れ流していました。はい。いやー、そんな風に活用してくださってたんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、M さんは潜在意識を知ってから何か実践してみたことはあるのかな？はい、あります。M さんは潜在意識のまとめサイトを見ていたとおっしゃってるじゃないですか。で、そこに7013さんかなという方が書き込んでいたなるという方式があり、それを応用して彼の妻になるとして生活したそうなんです。はい。彼の妻になる。うん。なるっていうのがどういうことか、褒めれんでも動画でいくつかやってますので、代表的なのを2つほどお伝えしておきます。なるしたらなった世界にすでにいる。なるしたはずがなったふり。うん、そうですね。なるとはもうそうである状態って感じです。M さんはそれで彼の妻になるをやってみたんですね。彼の妻になるをするとき、黒かよさんという人が実践していた妄想の彼と暮らすというのも取り入れました。彼の妻として生活することにしたのです。と言っても、付箋に〇〇、これ彼の名前ですね、の妻が叶った私と書いてベッドに貼っていただけです。現実には彼とは連絡も取れないままですし、何の変化もありませんでした。ですが、彼の妻である私が仕事に行き、彼の妻である私がジムへ行きトレーニングし、彼の妻である私が料理しているっていう感覚でいました。それはすごいね。それができたら最強そうだけど。でも実際はすごいエゴが湧き出てきそうだけどね。もちろん M さんもエゴまみれになったことはあります。彼の妻になるした後もエゴは出ました。もう二度と会えないかもしれない男と想像で生活するなんて痛すぎる。彼が私の中から消えてくれたらこんなに苦しまなくて済むのに、みたいな感じで。自作自演というか、悲劇のヒロインになりきってました。エゴが湧いてきた時は、叶ってない私になってたなーって、叶った私に軌道修正する感じでした。はい、そうだよね。エゴが出ないわけないもんね。でも、それでも彼の妻として生活した M さんってすごくない？うん、すごい。でもね、その M さんも当初は半信半疑な感じだったようですよ。黒かよさんの妄想の彼との暮らしについてのまとめサイトを読んだときは、実践するのはかなりきついと思いました。当初の感想は、この人頭おかしすぎて草も生えないでしたから。ですが、彼のことを思い出そうとしなくても思い出してしまうので、私も振り切ることにしたのです。私の部屋で彼も生活していることにしました。例えば、彼が隣で寝ているところを想像したり、ケーキを焼いたときは、彼の分まで準備することはなかったのですが、そこに彼がいることを想像し、はいあーんってしてました。たまに話しかけながら。そこまでできたら現実も追いかけずにはいられなくなりそうだね。本当ですね。こうおっしゃってます。自分でも正直頭がおかしくなったのかなって思ったことはありました。でも、今ではすでにあるを実感しています。なるほど。そんなことをしてるうちに復縁に結びつくの？はい。5月の終わり頃、
ブロックを解除し、私から彼に元気ですかと LINE しました。ブロックしといて今更何？未練がましい。執着メンヘラ女怖っとか思われてたらどうしようと不安で死にそうでした。でも未練タラタラなのは事実でしたから。数時間後、彼から LINE が届いていました。現実の彼でした。恐る恐る確認すると、もう一度僕とやりとりしていただけませんかの一文でした。彼に私のことを覚えててくれたんだと言うと、もちろん好きだったからねと返ってきました。この時の私はそうやってキープの駒を増やそうとしているのかとエゴが騒ぎましたが、とりあえず先に自分の気持ちを伝えることにしました。以前はいきなりブロックして本当にごめんなさい。信じてもらえないだろうけど、この数ヶ月間、あなたのことを忘れた日はなかったです。すると彼、僕もです。ブロックされているのは分かっていたけれど、LINE とか通話してた。大好きだったから。もう一度付き合いませんか？と返事があって復縁しました。なんかすごくロマンチックというか素敵な復縁の仕方だね。そうなんですよ。もちろん嬉しかったのですが、こうも思ったそうです。もっと感動の再会を想像していたのですが、意外と普通でした。久々に単身赴任の夫に会ったような感覚です。まあでも M さんの中ではすでに夫だったんだもんね。面白いですね。はい、とにかく M さん改めて、はい、おめでとうございます。はい、M さん褒めれんにメッセージをくれましたね。はい、素敵なメッセージですね。いきます。復縁希望となると、どうしても彼じゃないと視野が狭まってしまいますよね。でも、これが完全にエゴの罠なんです。彼じゃないとなると余計に執着してしまうし、自作自演、悲劇のヒロイン劇場の永久ループになってしまうこともあると思うんですね。そんな思いしなくても幸せになれるはずです。私の場合、彼にブロックしたことを謝罪し、本当はずっと好きだったと打ち明けられた時、なんだかすっと気持ちが楽になったような、数ヶ月間ずっと胸のあたりでつっかえていたモヤモヤがすっと消えた感覚になり、その時、もう彼でも彼じゃなくても、自分が幸せになれたら何でもいいやという気持ちになったんです。それが当にうまくいっている自分の意識かはわからないですが、ずっと握りしめていた感情を手放せたのは確かです。ですので、彼じゃないという執着を手放すのが怖いのはよくわかるのですが、一度思い切って彼へ執着してしまう思いを手放してみてください。どうせすぐ帰ってきますから。それから、ありのままの彼を尊重することが無償の愛なのかな。だったら、その上で自分がどうしたいのか選択していくことが自分の人生を想像することにつながるのかなと思うようになりました。彼に会いたいなというエゴは私も出ました。その時は、でも私はすでに彼の妻じゃん。なんなら彼ここにいますけど、私の隣に、と思っていました。その後、そんなのめちゃくちゃ虚しいじゃん。自分からブロックして本当にバカ。もう二度と会えなかったらどうするのという激しいエゴの追撃もありました。でもそんな時、めぐるさん、イルルさんが発信する褒めれんが私を守り、いつも励ましてくれました。本当にありがとうございます。これからも潜在意識を活用するため、褒めれんは見続けます。すでに妻の私が言うのもおかしいのですが、彼との結婚も実現させてみせます。めぐるさんの根拠のない自信最高です。イルルさんは視聴者に寄り添ってくれる女神です。はい。最後なんかめちゃくちゃ褒められて照れますけども、ありがとうございます。はい。
彼の妻になったとしてもエゴが出まくるっていうのもリアルでいいよね。とっても参考になりますね。本当だね。執着については補足しますと、執着を手放さないと叶わないということではないんですね。ただ執着することで何が何でも彼をどうにかしないとみたいな方向になりがちで、その時点で全然うまくいってない自分の意識になってる感覚だと思うんですよ。だからその意味でもったいないっていうかね、それよりも当にうまくいっている自分でいた方が楽だよねとは思いますね。そうですね。毎度のことですが、復縁報告動画は必ず意識の参考になることが潜んでますよね。本当です。はい。ぜひヒントにしてみてください。というわけで、今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。スーパーサンクスもいただいてます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。